僕の、知り合いにですね、はい、もう小学校ぐらいからの試合なんですけど、吉田ってやつがいるんですよ。はい、で、この吉田なんですが、昔から腕っぷしがすごい強くて、結構地方の僕らの方ではリーサルウェポンって言われてたようなそういうやつだったんですよ。で、そいつ、ただ腕っぷし強いんですけど、えばらないし、で、冗談も通じるし、めちゃくちゃいいやつだったんですよね。で、ずっと仲良くて。で、二人とも大学生になって、20歳になってたんですけど、その頃吉田、東京の成績桜ヶ丘っていうところに一人暮らししたんですよ。はい。で、吉田ん家で酒でも飲もうやってことで僕行ったんですけど、この吉田がですね、部屋めちゃくちゃおしゃれなんですよ。もともとバンドやってて、ギターが置いてあって、で、いろんな洋楽の CD とかバーってあって、で、ファッションも好きで服もかけてある。めちゃくちゃかっこいい部屋なんですけど、一角だけちょっと異様なところがあって、ギターがあって CD があって服があって、その隣のなんか棚があるんですけど、その棚にもう明らかに異様なまがまがしいいろんなものがわーっと置いてあるところがあるんですよ。で、なんでかっていうと、吉田、オカルトもすごい好きだったんですよ。で、もう僕大学時代ってもう20年ぐらい前なんですけど、その頃ようやくみんなが少しずつインターネット始めてきて、で、当時2チャンネルってあって、はい、その2チャンネルにオカルト板ってあるんですよ。で、そこをかじりつくように吉田ずっと見てた。で、昔から心霊スポット行くのも好きだしっていうので、やつだったんですけど、そこで、多分その流れだと思うんですけど、呪物って言われるものですかね。最近流行ってますが。はい。呪いのものとか呪物、みたいなものを、おそらくそこに集めてわーっと置いてたんだと思うんですよ。だからもう明らかに異様だったんですよ。でその部屋のコントラストがなんか、本当気味悪いなって僕思ってたんですね。でそんな吉田の家で、二人でもうお酒飲みながら、やれ女の子、あの子気になるよねとか、最近この CD 聞いたとかその話をして、ずーっと時間、潰したんですけど、僕ふとその呪物のある棚の一つ目がいったんですよ。青いですね。このぐらいの丸い綺麗な石が置いてあったんですよ。なんかやけに僕輝いて見えるなと思って、目奪われちゃったんですよね。あれいいな。そのように思ってたら、吉田が、お前酒たくさん飲んだからさ、夜風でも当たりに行こうやって言って、わかった。つって家を出てったんですよ。で、成績桜ヶ丘って、かなり住宅街がわーってあって、その住宅街二人で、とぼ夜道歩いていくんですよ。シーンとしてる、すごい静かな夜で。で、吉田が、心霊スポットとか行くの僕、さっきも話したようによく知ってたので、聞いてみたんですよ。吉田結構いろんなとこ行ったのと。行った。さ、今まで行った中で、一番怖いとこってどこだったの聞いてみたんですよ。吉田が、それはね、決まってるよって言うんですよ。真顔になって、田園って言ったんですよ。田園。田んぼですよ。田んぼがわーって広がる、その景色。そこが俺一番怖かったよ。なんでだろう言うんですよ。って全く同じ反応で、何それって言ったら、いやー、実はさ、俺高校生の時なんだけどさ、って話してくれたんですけど、高校生3年生の時に、吉田って誕生日が4月なんですよ。で、早いから、早いとこでも車の免許取っちゃったんですよね。夏休み利用して。で、車の免許取って、親父さんから車も借りれる。で、ドライブもできるってなった時に、やっぱり、どこ行くってなったら、当時、心霊スポット行きたかったそうなんですよね。で、心霊スポット行くなら誰連れてくって考えた時に、気になるあの子連れてこうと。そういうふうに思ったそうなんですよ。そういうとこ行ったら、キャー怖いなんて言って抱きつかれたりとか、そういうちょっと下心もあったそうなんですね。で、ゆきこちゃんって女の子がいたんですよ。ゆきこちゃんツインテールで色白で背が高くてすごい綺麗な女の子だったんですけど、吉田、そのゆきこちゃんのことすごい気になってたんですね。好きだったんですよ。で、とある日の放課後、帰り道にゆきこちゃん、ゆきこちゃん、呼び止めて、今度、ドライブ行こうよって、車の免許取ったからさ、言ったんですよ。ゆきこちゃん、ドライブ、いいの結構乗り気っぽいんですよ。なんだけど、でもね、ゆきこちゃん、心霊スポット夜行こうよ。そう言ったら、ゆきこちゃん、ってちょっと固まっちゃって、しばらく騙したそうなんですが、もうぐいぐい吉田押したらしいんですよ。もう行こう一緒に。大丈夫だから俺と一緒に行ったら。って言ってたら、少しゆきこちゃん考え込んだ後に、じゃあいいよ。吉田くんとなら行くよって言ったんですって。もう心の中でガッツポーズ決めて、やったーと思ったそうなんですよ。で、その心霊スポット行く当日、夜22時ぐらい家抜け出して、車ブーって出して、待ち合わせの場所まで行くんですよ。で、ゆこちゃん乗り込んで、
車ブーッと走らせるんですけど、その日小雨が降ってて、ポツポツ、ポツポツって当たってワイパーでブー、ブーっていう。そんな音だけが車の中響いてたって言うんですよ。二人ともきっと恥ずかしかったんでしょうね。なんか二人きりでどっか行く、こんな夜に。しかも、多分、ゆきこちゃんもまんざらでもない感じだったんで、うーっと飛ばしていく。で、東京から小1時間ぐらい車、乗って走ってったんですよ。そうすると、すごいバカでかい広間みたいなところに着くんです。はい。で、そこに吉田ブーって車止めるんですよ。で、ゆきこちゃんに、ここだよって言うんですよ。ゆきこちゃんも、車から降りて、辺りに見回すんですけど、心霊スポットなのに、なんもないもんですから。はい。ここなの吉田くんって聞いたそうなんですよ。で、吉田が、ここだよ。向こう行くと獣道があってね、その獣道を抜けたあたり、そのあたりから心霊スポットだからさ、言って、じゃあ一緒に行こうよ、つって吉田、手グイって引っ張って、ゆきこちゃん連れてその獣道入っていくんですよ。はい。で、獣道、懐中電灯一個でバーって照らしながら行くんですけど、その獣道しばらく歩くと、うわーって景色が広がるんですよ。田園が広がってるんですよ。田畑が。はい。車で東京から小1時間のところにそのとこあるんですよ。で、夜空見上げると星が綺麗でファーって輝いてるっていう。なんかすごい幻想的でロマンチックだったって言うんですよね。で、ゆきこちゃん聞くんです。吉田くん、何ここなのここだよ。そこがどういうスポットかっていうと、その田園景色が綺麗だから、そうふーって眺めてると、その田園の向こうに黒い人がポッて出てくるって言うんですよ。で、一人出てきたと思ったら、気づいたら、ポポポポポポってたくさんの人影が出てきて、ザッ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 ってこっちに来て追いかけられる、そんなスポットなんだよ。そういう話をした。へ聖子ちゃん、怖い、何それ。こんな綺麗なのにって言って、とりあえず俺もいるから大丈夫だからさ、一緒に歩こうよって言って、そこ、土の道なんですよね。田畑が広がってるその脇の道を二人でちょっと歩いてたって言うんですよ。そしたら、少し、もう数分歩いたぐらいの時に、吉田の耳に、キーンって耳鳴りがしてきたって言うんですよ。で、何これと思ったら、瞬く間に、もう耳をつんざっかのような耳鳴りがキーンってなったって言うんですよ。あまりにうるさくて頭まで痛くなってきて、うわーってなった。そのまんま吉田キャーってしゃがみ込んじゃって、やべえ、なんだこれゆいこちゃんね、大丈夫ゆいこちゃんの方を見てみたら、ゆいこちゃん普通にスーって突っ立って、向こうの方、真っ暗闇の向こうの先をずっと見てるって言うんですよ。で、ゆいこちゃんどうしたのって言ったら、口をバーって開けたと思ったら、あーって、まるでサイレンみたいな声を出して、そのままダッ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 向こうの暗闇の方、うわーって走ってっちゃったんですよ。で、ゆいこちゃんどうしたのゆいこちゃん見てたら、そのゆいこちゃんがもう暗闇にふーっと消えてった。その時に、さっきまでキーンってなってた耳鳴りが嘘のようになくなって、頭も痛くなくなって、ケロッとしちゃったって言うんですよ。今なんだろう帰りたかったんですが、みゆこちゃん連れてきてるもんですから、このまま帰るわけにはいかない。探さなきゃいけないと思った。その日さっきも言った通り、雨が降ってたもんですから、この下の土の道、幸いなことにって言っていいのかわかんないですけど、みゆこちゃんの走ってた足跡がはっきり見えてたんですよ。なんでそこを懐中電灯で照らしながら、みゆこちゃんを探しに行った。もう5分ぐらい歩くって言うんですけど、うわーって歩いてったら、ゆいこちゃんの足跡ずっと続いてるんですけど、途中で90度左にクンって曲がってるって言うんですよ。と思って左見たら、そこに鳥居があったっていう。で、その鳥居の奥、雑木林みたいになってて、真っ暗でも奥見えない。何ここゆいこちゃんこんなとこ入ってたのか。足跡ずっと続いてるその奥に。いや、勘弁してくれよと思いながら、そのゆいこちゃん追いかけていくんですよ。懐中電灯やりながら、ゆいこちゃんと、もう勘弁してゆいこちゃん、もう驚かすのやめてよどこにいるの足跡ずっと続いてるもんですから、そこをずっと歩いていく。ちょっともう勘弁してよって言いながら、懐中電灯スーッと奥の方を照らしながら歩いていったら、ちょうどその光がかすかに当たる一番奥のとこ。そこどん詰まりになってて、雑木林みたいでバーってなってるところの、どん詰まりになってるとこあったんですよ。そこに、ゆいこちゃんの人影が見えた。おっゆいこちゃん、もう勘弁してよって言いながらバーって走ってって、近くまで行ったら、ゆいこちゃん、ツインテールでもすぐ分かるんですよ。分かるんですけど、自分に背中を向けて立ってるって言うんですよ。どん詰まりの方を見てるっていう。ゆいこちゃん、どうしたのよちょっと勘弁してよ、驚かせるのやめてよって言っても何も言わない。
何も言わないんですが、ゆきこちゃん、手をですね、横にスーって広げてこう立ったと。なんかアルファベットの T の字みたいな感じで、手をこうやって立った。足はピタッとついて、なんだか気をつけしてるみたいな感じだった。背中向けたままですよ。で、それを見て、異様な感じがしたんですけど、なんかふと自然に口から出ちゃった言葉があったって。かかしそう言っちゃった瞬間、ゆきこちゃん、ぐるんってこっち向いて、首ブルン、ブルン、ブルンって揺れてるんですって。で、揺れてて、その異様な揺れ方がふーっと収まったのがこっちを打ってみたっていう。もうその頃には動けなくなっちゃってて、あまりに異様ですからガタガタ震えてたって言うんですけど、こっち見てゆきこちゃんが無表情のまま、また口パカーって開けたと思ったら、せって言ったんですって。その瞬間、ズワーって寒気走って、うわーって叫んで、体動くようになって、そのまんま、ゆきこちゃんの方に背中見て、うわーって今来た道、ザッ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 って走って逃げたんです。いや、今のなんだと。もうあんなの見たことない。気持ち悪いなんだと思いながら走ってるんですけど、後ろからドン、ドン、ドン、ドンって明らかに跳ねてる音がするんですよ。かかしが。うわ、勘弁してくれってしたら、後ろから、返せー声が聞こえてた。で、そのまんま、どう帰ったかわかんないって言うんですけど、無我夢中で走って、今来た道からずっと獣道も抜けて、自分の車なるところに戻ってこれたって言うんですよ。で、ああよかったと思って。でもその時には音もなかった。シーンとしてて、追いかけられてもない。懐中電灯を自分の車にパッて向けたら、車の脇に女の子がこうシュッてこう、顔をこううずくまって、こう、そこにうずくまって売ってるんですよ。ツインテールなんです。ゆきこちゃんだと思ったんですよ。うわ、先回りされたと思ったら。そう思ったら、そのうずくまってるゆきこちゃん、こっちバッて顔上げて、ダッ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 走ってきたんですよ。うわー、勘弁してくれと思ったら、ガッって抱きつかれて、吉田くん、どこ行ってたの？もう私怖かったんだよって泣きじゃくったって言うんですよ。話を聞いてみると、吉田とゆきこちゃんが体験した話、全くの逆なんですよ。ゆきこちゃんの話を聞くと、吉田と一緒に獣道を抜けた。で、田園が見えて、田畑が見えて、星が消えたれて歩いてった。そうしたら、ほどなくして耳鳴りがキーンと聞こえてきたと。で、頭がもう、あまりの耳鳴りで頭が痛くなってうずくまってたら、吉田はそのまんま突っ立ったまま、あーって言いながら吉田が暗闇の中、うわーって走ってっちゃったって言うんですよ。ポツンと取り残されてゆきこちゃん。懐中電灯も吉田が持ってるんですよ。真っ暗な中取り残されて、怖くなって、無我夢中で車まで戻ったんです。車で待ってれば吉田君戻ってくるかもしれない。そう思ってずっと待ってたって言うんですよ。だから戻ってきた時に抱きついて泣きじゃくった。いや、岩尾な、これが今まで一番怖い話なんだよね。俺が行った心霊スポットでやっぱあそこだな。田園だよ。って言うんですよ。で、やべえなって僕その成績桜ヶ丘の住宅街でも一人やべえって震えてたんですけど、一個気になったから聞いたんです。おー、吉田そういえばさ、返せって何返して欲しかったんだろうなって言ったら、吉田はさっきまで神妙な顔で語ったんですけど、って顔になったんですよ。おー、それおー、はいはいはい、つって、ポケットに手突っ込んで、パッて出したんです。僕が最初に気になった、あの青い丸い石出すんですよ。多分ね、これって言うんですよ。なんでって言ったら、これね、これさ、ゆいこちゃん連れてったの心霊スポットさ、いや、俺先ロケハンして先行ってたんだよ。でさ、奥の方行ってさ、ゆいこちゃんのタスター台にさ、祠があってさ、そこにこれ置いてあったんだよ。めちゃくちゃいい石だろ？俺さ、これ持って帰ってきちゃって大切にしてんだよね。いや、お前それ、ダメだろ。返さなきゃダメだよって言ったら、ふざけんなよ。返すもんかよ、これ。お前も好きだろって言って笑ったんですよ。まあ、心霊スポットとか、今正直ご時世的にね、あんまり行かない、今行かない方が良かったりとか、許可もなかったら行けなかったりもするんであれなんですけど、当時は結構皆さん行ってた。で、やっぱいろんな心霊スポットもあると思うんですけど、どんなところにも多分触れちゃいけないというか、それも、持って帰っちゃもちろんダメなんですけど、触れちゃいけない、そんな因縁めいたものってあると思うんですよ。そうですね。多分その青い石、きっと、そこの心霊スポットの一番奥にあるどん詰まりの
祠があるんですけど、はい。その祠に祀られてたもの、これ絶対持って帰っちゃいけないもんだったんだろうなって。吉田それ持って帰ってきて、見入られたように笑ってたっていう。まあそんな、まあ、呪物と、まあ、かかしというかね、そんなお話です。はい。へえ。いや、正直その心霊スポットではい田園ってもう訳が分かんないとはい、思ってたんですよ。はい、はい。いわゆる廃墟だとか、はい、トンネルだとかってとこはイメージ湧きますけど、はい田園っていう、はい、はい、その話を聞いてしまうと、はい、田園に立っているかかしはい、はい、はい。すらも怖く感じるし、はい。なんか、普通にこう走ってるとね、時々なんか、はい田園の中をうーって走ることもあるじゃないですか。はい、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 はい。今後そこすらも怖くなっちゃうなって話ですね。そうですね。だもうあとはこの吉田、まあもちろんこれちょっと仮名でやらせてもらってますけど、ちょっとその呪物、集めてきた呪物にまつわるまたいろんなことに実は彼ここから巻き込まれていくんですよ。だから結構、まあ人生的にまああんまりいいとは言えないというか、なかなか大変な思いをしてる感じですね。仮名っておっしゃいましたけどね、は吉田さんって。はい。本当の名前、早瀬、もしくは田中じゃないですよね。大丈夫ですよね。呪物コレクターのね、いや、彼らもなんか見られてるなっていう。そうですね。あの方たちだと見入られた上で全部飲み込んでる感じがしますよね。そう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 。はあ、山本さん、このお話、どうすかもいやー、もう、これがあれですよ。階段恐れ知らずの岩尾怪奇スキー節。噛むなよ。もうね、名前噛んで大事なところで噛んでんじゃねえよ。はい。もうね、岩尾怪奇スキー節節ですよ。う、岩節。はい。あこれはね、すごい話ですよね。嫌な話。いや、なんか、こんなテクニック的な話かもしれないですけど、はすごく理路整然と状況描写の話いはの部分もうまいですけど、いはいその臨場感あふれるところとか、はいはい。会話の話とか、そういうところのなんかテンション上げて、うわーってこう持ってくような話し方もめちゃくちゃお上手ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございますオールマイティーなんじゃないかなって思っちゃいました。いやとんでもない、とんでもない、とんでもない、とんでもない。本当に。でもなんか、この話も、正直そのいろいろ、まあ吉田から聞いてる時とかも、本当にその吉田喋ってる時、めちゃくちゃ危機迫る感じで喋ってたんですよ。だからもうそれを、僕が感じた、それを、どうにか皆さんにも感じてほしくて、どうやったらこう感じてもらえるかなって言った時に、まあいろいろ考えた時にこういう話し方なのかな、みたいな感じでやらせてもらってるんですけど。いやー、不思議だな。いや、お互いにね、わーって言ってるのはね、相手だと思ってたわけですよね。そうそうそう。で、まあその女性の方は怖いって言ってもう戻ったんですけど、は吉田さんははい奥に行っちゃったと思ったから追っかけてるわけじゃないですか。うんはいはいはい。ってなるともうその時点でうん追っかけてる相手って誰だったんだって話じゃないですか。まあ本当そうです、本当そうです。ゆきこさんじゃないですよね。違う気がします。だってそこにだっていないでそのまま引き返しちゃうわけだよ、ゆきこさんは違い本当は。ますね。はい。誰を追っかけてたんだろうと。いや、だからそれ気持ち悪いんですよ。どこでどう入れ替わってるのかもわかんないですし、でもその姿形はゆきこちゃんだったと。だから車のそばでゆきこちゃんうずくまってるのを見たときに本当に怖かったと。先回りされたって。そう。よく言うのが、まあそういった魔物みたいなものとかっていうのは、その相手が一番その油断する、相手の姿、形、声などを真似るって話がありますよね。その時にやっぱり一緒にいたゆきこさんの姿、形になることが一番吉田さんを油断させて、そっちの方に連れていくことに都合がいいわけじゃないですか。ただそういった形を真似るんだけど、どっかおかしいって話があるんですよね。なるほど、そうですね。どっか変だよっていう。それが立ち方だったりとか。そうですね。もう明らかにだから人間がぐるんって向いた時に首ブルンブルン震えないじゃないですか。もうそういうところもなんかすごい無機質な感じがするんですよ。めちゃくちゃその話気持ち悪いなと思ってこれ僕も聞いてたんですけど。いやそうだね、その青い石、いやもしかして何かの封印をしていた結界だったのかもしれないですからね。いやだから本当にちょっとどことは言いませんけど、実際に本当あるとこでして、僕も一応見に行ったことはあるんですけど、まあ確かに異様なとこではありますね。いやーもう田園も怖くなっちゃいましたよ今後。いやーありがとうございました。ありがとうございます。